こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスのアプリ画面からエクスポートボタンをクリックしてギャラリーに表示されているシェアポイントリストデータを出力する方法を解説します。本日の実装で実現する動作のデモです。パワーアップスのギャラリーに表示されているデータをこのエクスポートボタンをクリックすることで出力します。エクスポートボタンをクリックするとそれをトリガーにパワーオートメイトフローが実行され、ギャラリーに表示されているデータが CSV や Excel ファイルとしてシェアポイントフォルダーに出力されます。出力された CSV ファイルはこのような感じになります。本日の内容です。まずはじめにパワーアップスのギャラリーのデータをエクスポートする方法について考えられる方法を紹介します。1つ目はシェアポイントリストを全件出力する場合、2つ目はアプリ上でフィルター等で絞り込まれたデータを出力する場合です。この2つそれぞれ実現する実装方法を実際のパワーアップス、パワーオートメイト画面で解説します。パワーアップスではボタンのクリック等をトリガーにパワーオートメイトフローを実行することができます。パワーアップスとパワーオートメイトの連携は作業効率化のアップにつながりますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。まずはじめにパワーアップスのギャラリーのデータをエクスポートする方法について考えられる実装方法をいくつか簡単に説明します。今回はシェアポイントリストのデータを出力しますが、この時全件出力する場合と表示されているデータのみ出力する場合に分けて考えます。最初にシェアポイントリストデータを全件出力する場合ですが、トリガーがない場合、例えば報告会の前などに不定期にデータ全件を出力したい場合などは、パワーオートメイトを使わず、シェアポイントリストから直接手動でデータをエクスポートするのが簡単です。一方、トリガーがある場合、例えば毎日シェアポイントリストを全件バックアップしたい場合などは、パワーオートメイトを使うと良いと思います。しかし、この時もトリガーはパワーアップスアプリではなく、例えば毎日朝7時にシェアポイントリスト全件を出力する等のパワーオートメイトフローを作成します。つまり、シェアポイントリスト全件を出力したい場合は、パワーアップスにボタン等を設置する必要はない上、不定期な出力の場合は、パワーオートメイトさえ必要ありません。一方で、パワーアップスのアプリ画面からデータを出力するのは、例えばフィルターやサーチ等で絞り込んだデータがギャラリーに表示されていて、そのデータのみ出力したいときだと思います。この時はパワーアップスのアプリ画面に設置したボタン等のクリックをトリガーにパワーオートメイトフローを実行します。パワーオートメイトフローの実装方法はいくつかあると思いますが、ここでは2つ紹介します。1つ目は全データを引数でパワーオートメイトに渡す方法。2つ目は出力したいデータの ID を引数でパワーオートメイトに渡す方法です。1つ目の全データを引数で渡す方法のイメージは下図のようになります。一番左が出力対象のレコードだとすると、日付、アイテムをコンカット関数を使い、カンマ区切りで全て結合した一つの変数を作ってからパワーオートメイトに渡します。レコードの終わりに開業コードを入れ、最後に CSV 出力することでギャラリーのデータを出力することができます。2つ目の出力するデータの ID を引数で渡す方法のイメージは下図のようになります。表示されているデータの ID、この場合1と3をやはりコンカット関数を使い、カンマ区切りで全て結合した一つの変数を作ってからパワーオートメイトに渡します。ちなみになぜデータを結合した変数を作るかというと、引数として渡せるのがテキスト型のみだからです。パワーオートメイトは
引数として対象データの ID を受け取り、この ID で SharePoint リストにフィルターをかけ、対象データを Excel 等に出力します。この ID を引数として渡す方法は少し Power Automate Flow が長くなるため、今回デモは省略し、1の方法と全件出力の方法をデモしていきます。それでは先に SharePoint リストを全件出力する場合について Power Automate Flow の実装方法をデモします。例えば上司への報告前など不定期にリストを全件出力する場合は SharePoint リストのエクスポートから手動でエクスポートすれば済みます。Excel または CSV を選択します。そうするとこのように全レコードが出力できました。一方、例えば毎日のバックアップ等で定期的に全件出力したい場合は Power Automate を使います。Power Automate のコネクタで SharePoint と検索するとテンプレートで毎週 SharePoint リストアイテムを CSV にコピーするというものがあるので、これを選択します。接続先にサインインして続行をするとフローが自動的に作成されます。最初のトリガーでスケジュールを設定します。これは毎日、毎週等決まったスケジュールでフローを実行するためのトリガーです。試しに毎日6時にフローのトリガーを設定してみます。間隔は1、頻度は日、タイムゾーンは日本を選択します。設定時刻は6時に設定します。これで毎日朝6時にこのフローが実行されます。次のステップは SharePoint リストの複数項目を取得です。ここでは英語表記で GetItems になっています。SharePoint サイトのアドレス、リストを選択します。これで SharePoint リストの複数項目の取得は OK です。次のステップではデータ操作の CSV テーブルの作成です。英語表記では Create CSV Table となっています。前のステップの GetItems で取得したリストのデータの値を受け取っています。次のステップでは現在時刻を UTC 時間で入れています。日本時間に修正したり、フォーマットを整える方法はまた別の動画で解説します。最後に OneDrive にファイルを出力していますが、ここを SharePoint サイトに変更します。一つ上のステップのプラスボタンからアクションを追加します。SharePoint を選択し、ファイルの作成を選びます。SharePoint サイトのアドレス、バックアップファイルを格納するフォルダーを選択します。ファイル名、ファイルコンテンツは OneDrive のファイル名、ファイルコンテンツをコピペします。ファイルコンテンツは先ほど Create CSV Table で取得した SharePoint リストデータです。最後に OneDrive の Create ファイルのステップを削除して保存します。これで動作のテストをしてみます。右上のテストをクリックしましょう。手動を選択し、テスト、フローの実行をクリックします。フローが正常に実行されましたと出ました。SharePoint フォルダを確認すると、新しいファイルが今日の日付で作成されています。ファイルを開いてみると余計な項目はありますが、SharePoint リストのデータが全件出力されているので良さそうです。
こんな感じでシェアポイントリスト全景の出力は簡単にできます。では次に、フィルター等で絞り込んだシェアポイントリストデータを出力する場合について、パワーアップスパワーオートメイトフローの実装方法をデモします。パワーアップス画面のギャラリーで絞り込んだデータのみ出力したい場合などは、パワーアップスアプリのボタンをトリガーにパワーオートメイトフローを実行することができます。ちなみに、エクスポートというコントロールもあり、以前は JSON 形式での出力もできたみたいですが、現在は Web ブラウザでサポートされていないのでうまく動きませんでした。まずアプリ画面にエクスポート用のボタンを設置します。エクスポートボタンを選択し、アクションからパワーオートメイトを選びます。ここでフローを新規に作成したり、既存のフローを追加したりできます。今回はフローを新規に作成してみます。1から作成を選択し、フローを作成していきます。トリガーは自動的にパワーアップスが設定されますので、次に新しいステップでシェアポイントを選びます。ファイルの作成を選択します。データを出力するシェアポイントサイトのアドレス、フォルダのパスを選択し、ファイル名、ファイルコンテンツを選択します。ファイル名は動的なコンテンツのパワーアップスで確認を選択し、.csv を後ろにつけます。ファイルコンテンツもパワーアップスで確認を選択します。フロー名を変更し、一旦保存をクリックします。エクスポートボタンの OnSelect プロパティには3つの関数式を設定します。まずはクリアコレクト関数で、現在のギャラリーに表示されているデータをコレクションに格納します。ギャラリーの全データはギャラリー名 .allItems で取得できます。コレクションについては以前よく使う関数その2の動画でも簡単に解説しているので参考にしてください。次にコレクションに格納したデータから必要な列のデータをコンカット関数を使い、カンマ区切りですべて結合し、グローバル変数エクスポートデータに格納します。今回は簡単に日付とアイテムのデータを入れ、最後に開業コードのキャラ13を入れます。以前変数を作成するとき、アップデートコンテキスト関数を使いました。アップデートコンテキストで作成する変数はこの画面の中でしか使えませんが、今回はパワーオートメイトに渡す変数のため、グローバル変数を作成するセット関数を使います。変数については以前の動画でもいくつか紹介していますので参考にしてください。さて、ここまでの関数式を試しに実行してみます。エクスポートボタンをクリックすると、まずコレクションにギャラリーのデータが格納されます。そしてその後に変数エクスポートデータに日付とアイテムのデータがカンマ区切りで格納されます。そして最後にパワーオートメイトフローを実行し、データを出力します。パワーオートメイトフローを実行するやり方は、フロー名 .run と書くだけです。今回パワーオートメイトに渡すデータがファイル名とコンテンツ内容の2つがあります。1つ目の引数にファイル名、2つ目の引数にコンテンツ内容を指定します。今回ファイル名は適当に今日の日付&ギャルデータとし、コンテンツ内容は先ほど
作成したグローバル変数を指定します。これで設定ができましたので、ボタンをクリックすると指定した SharePoint フォルダーに CSV ファイルが出力されました。開いてみると、ギャラリーに表示されている日付、アイテムのデータがちゃんと出力されていました。今回は適切にデータが表示されていますが、この時文字化けを起こしていることがあります。文字化けしている時の原因は UTF-8 で保存されているにもかかわらず、Shift-JIS でファイルを開くためのようです。この文字化けを解消するには、BOM 付きの UTF-8 にすることが必要です。やり方は簡単で、Power Automate のファイルの作成の時、ファイルコンテンツで指定した出力データの頭に Record URI Component をつけ、コンカット関数で結合します。ここは深く考えずにこのように設定していきます。ここで書いたコンカット関数の関数式は概要欄にも貼っておきます。これでパワーオートメイトフローを再度保存し、もう一度エクスポートを実行してみると、データの文字化けが解消されていると思います。このような感じでギャラリーに表示されているデータをエクスポートすることができました。本日はパワーアップスのアプリ画面からボタンをトリガーにギャラリーのデータをエクスポートする方法を紹介しました。パワーアップスからパワーオートメイトフローを実行する際、引数に指定できるのはテキスト型の値であることに注意してください。今回は解説しませんでしたが、ギャラリーに表示されている項目の ID を引数としてパワーオートメイトに渡し、シェアポイントリストから ID に一致するレコードを出力する方法もあり、この場合はテーブル形式で列名ごと出力することができます。リクエストがあればこちらの方法も後日解説したいと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。